89.7 Find your colors on Inter FM. Ami with Yumi. Good evening, everyone. この番組はあの頃の感性に惹かれた人たちが世代を超えて再び集い、懐かしさを超えて平成を今の価値として編み直していく仲間、メンバーになるための場です。 Puffy Remember. パフィーの小野木亜美です。吉村恵美です。さあ今回で2回目の放送ですねえよかったね。続いていや本当に、もうねすごいクレームが殺到しなくてよかったね、あとよかったはい、ここで私たちの近況とかお仕事の話なんかもできればと思ってますが、最近のパフィーといえばずっとライブやったりが多いですね。ずっとねやってますね、もう今はパフィーロードトゥ30というツアー中なんですけども、これ去年からずっとやってて、もっと一昨年か、その30周年に向けてのライブっていうことでロードトゥ30という、ツアーと言いつつも結構不定期にランダムにねやってるんで、行ったことないとこ行ったりしててね、そうなんです。で3月に岡山が終わりまして楽しかったな。あれ岡山のライブね、なんでしょうね、20何年ぶりに行ったんですよね。そうだね、岡山ね25年ぶりぐらいじゃない。そうなんですよ、なのでだいぶ久々だったけど、前に来たっていう人もいてくれててびっくりしたね。びっくりした、ね、だからその人たちも25年経ってるってことでしょ、よかった。みんな元気で何よりですよ。やもう本当。でも4月の18日には高知で、高知県立県民文化ホールっていうのがあるんですけど、高知こそこれもまためっちゃ久々じゃない？ほんとそうよ、だよね、前なんかさカツオの絵が描いてあるさなんか横断幕みたいなのあった気がするんだけどどこに？会場の壁になんかカツオだって思ったんだよね。嘘高知だからか全く覚えてないんだけど、そんなのあった？なんか白地に紺色でカツオの絵が描いてあった。そう最近なんかあみちゃんの方がいろいろ覚えてる。そんなことないよ。自分ちょっと忘れてるかも。やだ、本当、ね、ちゃんとしよう。さあそして今回からねZ 世代のゲストをお迎えするんですって。待ってたよ、Z だちゃうねんZ 世代と会いたかったよね、どんな方が来るのかお楽しみに。その前に一曲聴いていただこうかな、私たちパフィーで愛のしるし。パフィーリメンバー、改めましてパフィー大貫亜美と吉村由美です。さて、ここからは Z 世代のゲストの方に来ていただいております。ファッションモデルインフルエンサーの鈴木きれいさんです。お願いします。お願いします。
定ですね。なんてお呼びすればいいでしょうか？結構キーちゃんとか呼ばれることが多いので、キーちゃんすいません。キーちゃんかわいい。なんでもはい、それではですね、まずは鈴木きれいさん、キーちゃんのプロフィールをご紹介します。鈴木きれいさんプロフィール、茨城県出身、モデル、タレント、メイク講師として活動中。インスタグラム約62万人、TikTok 約36万人のフォロワーを持つ Z 世代を代表するビューティーアイコンです。そして2023年4月からは渋谷女子インターナショナルスクール日本最年少メイク講師に就任。またネットフリックスラブ上等出演をきっかけに国内外で注目を集め、韓国でも SNS を中心に支持を拡大。強めのビジュアルと確かなメイク理論を武器に美容ファッション、韓国トレンドを発信中とのことです。すごい先生だ先生。先生です。そうなんだ。はい。いいよね。ちょっといろいろ聞きたいよね。めっちゃあるから聞きたいこと。本当に。お願いします。もう無理なのは飛ばして。次っていろいろあるから。ちなみにこれは私たちが聞くっていうよりは、スタッフさんがね、用意してくれた質問なんですが、平成何年生まれですか？と13年ですね。13年。2001年。01って01ですけど。そうなんだ。01ですね。01。いや違う75だから私73やばいやばいやばい。それは2001年だけが01で2000年の人はまた別。00とかなんじゃないですか。そうだよ、だって韓国アイドルも95とか言ってるもんね。そうですね。そうなんか下2桁で発信してる。そうです。私75イエーイ。メイク講師をされているということですが、ご自身がメイクを始めたのはいつ頃からですか？ちょっと早いんですけど、13からもうこのビジュアルでやってますね。13からこのビジュアルで、もう髪の毛も茶髪とか金髪とかでやってますね。でもそれは例えばだけど、最初にそれやろうと思うさ、見本っていうなんていうの、この人のこういうのすごいいいなと思って。もう全然不良のお姉さんに。不良のお姉さん、ヤンキー多かったんで。不良のお姉さんのメイクはちょっと不良っぽいんじゃないんですか？いや、私たちの時代もギャルがヤンキーとなんか紙一重みたいな、確かにちょっとグレてる子はメイクしてて、学校行ってなくて髪の毛金髪とか多かったんで。ギャル可愛いもんな。そうですね、結構まだいました、ギャルは。なるほどね。じゃあそこから講師になろうと思ったきっかけは何が？そもそも16歳でマルキューでスカウトされてからエッグ入ってて、で6年半ぐらいエッグ走らせてもらってて、で卒業するタイミングでナッツとか他の雑誌に入るかとかいろいろプランがあるんですけど、いろんなモデルも。いや、なんかそれ他に行くのはちょっとなんかありきたりすぎるし、なんか一応6年半ちょっとエッグナンバーワンみたいな感じでやってたんで、なんかあんま他の媒体すぐ行くのがちょっと違うかなと思って、でその時に私たちの大元の会社がインターナショナルスクール作りたいっていう話で、メイク講師でやらないかみたいなお話いただいて、もう一言返事でやりますっていう感じですね。すごいよね。今っていう言葉しか出てこない。夢の話を聞いてるみたいじゃん。ね、マルキューでスカウトされてエッグで走り続けて、でナンバーワンで、でその後声かけられて、やっぱ他の媒体には行けないみたいな。そうですね。やだ、なんだろう、不良魂がちょっと真ん中にちょっとある感じね。本当だね。そうですね、結構情景ですね。そっか。すごいね。でもその頃からでもだいぶ変わってるでしょ、メイクも流行りとかめっちゃあるでしょ。そうですね、結構なんか昔のエッグっていうよりかは結構個性豊かなエッグな方だったと思いますね。白い子もいれば真っ黒い子もいるし、平成ギャルっぽい子もいれば韓国っぽい子もいたりとか、結構いろんな種類がいましたね。今ちょっと区別がちょっとつかないんですけど、韓国っぽいお化粧と平成っぽいお化粧のめちゃめちゃ分かりやすい違いってすごいあるんですか？
平成ギャルの子はもうどちらかというともうアニマルとかの服着たりとかガチャガチャで、髪の毛もなんかツートーンとか結構派手な色するんですけど、韓国系の子っていうかどちらかっていうとちょっと品がある感じ。なんかミニスカートになんかトップスがちょっとなんだろうタイトなやつとか、なんかちょっとセクシー寄りだったりとか。そうですね、ギャルはまあヘルシー寄りなんですけど、なんかそういうのとかもあったり。ヘルシーよりどういうこと？なんか脱いでてなんかはだけててもなんか下品っぽくないみたいな。健康的な美となんかちょっと違うの、そういうことなのかな。すごいね。でも感心しかしないなこれ。なんていい番組なんだ。お二人もあれですよね、もう若い時からメイクとかあれですよ。で私はパフィーになってから人にされて初めて覚えた。何歳頃なんですかね。20歳超えてたんでデビューしたのが、それまでお化粧ってまともに実はしたことがなくて。あ、そうなんですね。だって初めて撮影で眉毛抜かれたもん。撮影で抜かれるんだ。どんだけボーボーやったんっていうこと？いやでも今整えられたっていうこと？そうそう、普通に整えられたんだけど。今じゃでもそんなことやらなくないですか？勝手に抜いたりとか。勝手にはやらないかもしれないですね。勝手にやられた。誰だっけあの人。怒っちゃえ。もうそうだよ、そうだから全然やってなくって、で普段もちょっと悩むというか、仕事の時はお化粧してもらうことが多くって、だけどライブとかは自分で逆にそうやったりするんです。なんか入り時間の問題とかリハーサルがあるんで、やっぱりあれかなと思って自分でやると秒で崩れるよね。本当ですか？あれなんかプロが塗るファンデーションとそう何が違うんだろう。素人がやるファンデーションでなんでこんな違うんだろうって、塗ってないのにめっちゃ塗った感プロが出るっていうか。まあでも確かにステージだと濃くするかもしれないですね、私が呼ばれても。でもプロの方が薄いよね。なんだ綺麗。そうだね、綺麗。自分だとすごい汚いの。つ塗りに見えちゃうみたいなことですよね。あれは何が足りないんですか先生？でも私は工程結構多いタイプなんで、講師によったりとかメイクアップアーティストによっても全然その先生によって全然違うんですけど、私はキープミストってわかります？途中でかけるミストあるじゃないですか。あれは絶対にメイク過程中3回はやれって言ってて。持ってないかも。私もおすすめ教えます。どこのタイミングでやるか教えてもらっていいですか？これをいつやれみたいのを言ってほしい。私大体粉振るじゃないですか。粉塗ったら振って、であとアイシャドウとかチーク粉物をやるじゃないですか。そしたらまた振って、でハイライトって結局粉なんで、なんかちょっと潤ってる肌の方がピタってくっつくんでよれないんですよ。だから粉物のたんびにやるぐらいでいいと思います。粉物だよ。粉物のたんびに大好きなキープミスト。であとなんか何もついてない、なんかもう本当にパフあるじゃないですか、こういう。もうそれ同じの買うわ。こういうパフで、もうわざわざつけないで、ついてないパフってこうやってちょっと押さえるんですね。何もつけずに？つけないで大丈夫です。そうするとメイク途中出てくる油分だったりとか、あとは日中とか出かけてる時に出てくる油分がある程度吸ってくれるんで、なんかそのメイクしたてみたいな感じキープはできますね。めっちゃ勉強になる。とかありますね。すごいね。キープミスト絶対買うわ。絶対買おう。帰りに買う。こういうことだ、インフルエンサーって。ちょっとさ、私もう一個聞いていいですか？チークの入れ方がまだね、未だにこの仕事30年やっても一回もわからないっていう。わかる。流行りがあるでしょ、チークの入れ方って。ありますし、今はツヤチークとか、なんかそのクッションファンデみたいなチーク出たりとか、ものによってすごいやり方変わっちゃうんですけど、まあ大体なんか可愛くしたいんだったら、なんかこういう風に L 字指を L 字にしてもらって、こっから外に出すのとか。口の横に親指を目のここら辺に濃く塗ったら、あとはぼかすだけとか。入れ方はいっぱいある。ぼかしてる？シャ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 っていう。違う。まだそうですね。シャシャシャで。もう横に入れるとか、縦に入れるとか、斜めに入れるとかでまた見え方違うんですけど、中顔面を短く見せたいんだったら、やっぱここら辺ちょっと濃く見せたいとか、逆に鼻筋通っちゃうとか。
いろいろやってる子い時るの。々ね、されることもあるけど、絶対自分ではできないまあやり方はめっちゃいろいろ。でも私チーク結構好きなんで濃くやっちゃうんですけど。いやすっごい今綺麗にチークが入ってるなと思って、それもう勉強なる。ずっとマジで喋らず超見たいぐらい、本当すっごい勉強になるんだけど。ありが質問はとうございます来てるんです。はい。プロフィールに確かなメイク理論とありますが、メイクをするあたり心がけてることは何ですか？ちょっと難しいんですけど、なんか私がそもそもギャルになったきっかけってなんか人生変えたくてメイクやってたみたいな感じなんですよね。あんまり人と一緒にされたくないとか、ちょっと強く生きたいとかで、もうマインドっすよね。マインドだから綺麗からしたらマインドかけるメイクって感じで教えてて、今日強く生きたいならじゃあアイライナー跳ね上げようよとか、なんかちょっと意志しっかりしてるように見られたいんだったらちょっと眉毛綺麗に描こうねとか、なんかそういうマインドをかけるメイクかなって思ってますね。じゃあもうギャルマインドがあって。そうですそうです。私ギャルじゃなくてここにいないんでそもそも嘘。引き寄せみたいな感じだったんで、自分があの時好き貫いて濃いメイクでもう全身ゼブラで歩っててよかったなみたいな。そうですね。それ茨城時代。茨城時代ですね。キッちゃんに夢中になってる私。っていうことはじゃあ今日のマインドでやるっていうことは、昨日はモード、今日の気分はこれだからこういうのってやっぱ、私たちってさ大体ワンパターンが多いじゃん。自分でやるにはそれも結構変えるっていうこと。なんかワンパターンの人ほど自分に自信があると思ってて、これでいいやみたいな。そうですそうです。なんか私はその日の気分はやっぱ自分のビジュアルですごい左右されちゃうんで、自分がバチッと決まってたいけど飽きたりするじゃないですか。なんか漏れてなく思えてきたなみたいな、使ってるもの一緒でもとか、あとはコスメがすごい好きなんで結局めっちゃ買い足しちゃうからいろんなメイク試したいとかやってみたいとか、でも自分に飽きたくないんですよ。でも自分に多分飽きちゃう性格だから、いろんなコスメとかを、使ってメイク変えたりとかっていう。なるほどね。全然気分で変えますし、今日男飲みだからちょっとエロく行こうとか全然あります、ね。オーマイガー。その後でエロく行こうかそうだと教えてもらってね。本当に、私もそれでやりたい。出かけたい。すごい。でも学校だとやっぱりそのいろんなバージョンのメイクをみんなするからいろいろ教えなきゃいけないっていうことですもんね。そうなってくるとこれの時はこうっていう。まあちょっとそうですね。TPO はあるんですけど、なんか支部長の子たちには専門っぽい話っていらないなと思ってて、いろんな講師がいるんで、美容専門学校ではないから、私が教えれることを教えるのは基本でやってて、あとはその子たちに必要そうだなってことを教えてますね。ぜひぜひ全然何でも聞いてください。じゃあもう、一旦ブレイクで一曲お送りしたいんですけれども、ここはキーちゃんに選んでもらおうかな。ありがとうございます。ナナスターリングミカ中島でグラマースカイ。開け放した窓に回るラングのディスコ。繰り返す日々何の意味がある。叫んで飛び出すと吐き潰したロケーション跳ね上げるたどるフラッシュバック。君はクレーマー I remember あの虹を渡ってあの朝に帰りたい。あの夢を眺めて二人歩いてグラマーステージ。インター FM パフィーリメンバー、引き続きゲストにファッションモデルインフルエンサーの鈴木綺麗さんをお迎えしています。いや盛り上がってるね本当に私たちだけがもう曲かかってる時でさえ質問攻めっていや本当にやばいね。ありがとうございます。ここからは鈴木綺麗さんが私たちと話したい平成カルチャーについてのテーマを持ってきていただいています。そちらお願いします。
当時これやってたらモテるメイクってどんな感じだったのかなみたいな。あー確かに。でも、誰がモテてたんでしょう。本当だよね。でもさ、安室奈美恵ちゃんはさ、ちょっとさ、そうそう暗めのリップ使ってたよね。そうそう、なんかリップペンシルで口角ちゃんと描いて、でちょっとワントーン暗いんだよね、その縁が。あ、そうなんですね。そうそうで、なんか色があるっていうよりもマットで、ちょっとなんていうの？縁取りみたいな。なんかそんなのして、確かにみんなマットだったね、唇。あんまりツヤとグロスの時代ではなかった気がする。そうなんですね。真逆だ。すごい。女のミュージシャンは結構ちょっと強い女性みたいな、そういうのが多かったのかもしれなくて。確かに、まあ、メイクより服装とかルックな感じもしますよね。そうだね。服装はもうだって厚底みたいなさ、履いてたから、まあ我々以外はね、自分たちは履いてないんだけど、重めがあってさ、履けなかったんだ。あともう一つが、なんかその当時多分バズるっていう概念がないじゃないですか、SNS とかじゃなくて、なんかヒットってどうやって生まれるんだろうみたいな。これも難しいよね。昔テレビみたいな感じですか？いやでもテレビがすっごい大きかったと思う。今の SNS 以上に影響力があったんじゃないかなと思うんだけどな。そう、でもテレビやって、ラジオももちろんやって、であの頃は今だとこう全部撮ったらこう全世界に流れるけど、なんかそれがなかったんで全国の場所にキャンペーンに行って、全国各地のテレビに出てラジオに出てみたいなのをめちゃめちゃ細かくやってた気がする。それがまた楽しくて、キャンペーンツアーも楽しいんだけど大所帯で動くでしょ。だけどキャンペーンだと私たち2人とマネージャーさんとかだから、もう行って美味しいもん食べて、行って美味しいもん食べてみたいな。ちょっと旅行がてらみたいな。楽しかったよね。ちょっと浮かれてた。浮かれてた。なのでなんか確かに気がついたらみたいな、でもやっぱみんなテレビまだすごく見てて、それが一番大きいよね。やっぱテレビなんですね。なんかうちらの時代ってなんかその浜崎あゆみさんみたいな歌姫だったらこの人だよねっていう人が何十人もいるみたいな。そうか。この人がノーって言ったらノーだっていうのがなんかその全界隈でどっかしらトップがいるから、また時代全然違うなって思ってて、なんかそれがすごいなみたいな。そうだよね。だって浜崎あゆみちゃんがつけてたさ、腰につけてたふわふわの尻尾みたいなやつさ、あれが超可愛くってやっぱと思ったら街中みんなつけるってまだつけて感じだもんね。ますよ。そうだよね。今はでもそう考えるとないのか。みんな個々で好きなものを追っかけてっていう感じなのかな。そうですね。やっぱ SNS 自体なんで韓国とかいろいろもっと幅が広すぎてっていうのはありますね。でもあれついてるんだみんな、ぬいぐるみ系はね。そうですね。でもあれももう決まってないもんね。みんな好きなのをつけるもんね。やばいね、そう考えると。そうですね。すごい。でもその中でさ、そのなんていうの、こうみんなに支持されるっていうのは余計大変なことじゃない？いやーなんか私の支持のされ方が7割女の人で、年上ばっかなんですけど、今そうほらなんだ。でもわかる。私たちも夢中だもん。本当によかったよかった。なんかその10代っていうよりかは25から35が多くて、だから見てて懐かしいとかも多分あるのかなっていう感じもありますけど、懐かしいか。なんかちょっと似てるなってよく言われます。なんかよく知ってるねとか。いやもうちょっとまだまだねお話聞きたいんですけれども、ちょっと続きは来週ということで、すいません。本当、結構まだいろいろ何も聞いててない。そうでしょ。私も一個すごい聞きたいことあるから、じゃあそれは来週にしよう。来週ちょっと聞かせてください。またなのでお願いします。鈴木きれいさんには来週も出ていただけるということで、やったー。またよろしくお願いします。お願いします。インター FM パフィーリメンバー、そろそろお別れの時間です。いやーもうねよかった。やばいよね。キーちゃんキーちゃん、キーちゃん可愛いな。ほんまに。あーちゃんも可愛いよ。ほんとゆうちゃんも可愛いよ。なんかムカつくよね。いやでも本当に勉強になるよね。なんか自分たちはさ、
やっぱ自分で自分のことをさやっぱ研究するのがあんまりないのかなと思って、だから私たちは多分、人任せすぎ世代なんだよ。そうだよね、なんか自分で開拓するのが少ないよね。すげえ反省してるじゃん今ね、ここへ来て本当にでも本当にそうだなと思った、いやでも私思うんだけど、最近の子っていうか、いわゆる Z 世代の方々は、セルフプロデュースがめちゃくちゃうまいんだよ。だから SNS も人気になるし、そのみんなが見たいとか、もうキーちゃんもそうだけど、みんなが見たいって思うし、知りたい、何使ってるんだろうとかもあるし、いやめっちゃ気になるよね。全部知りたいよな。本当に全部知りたい。あんな可愛くなれるんや。今日のあれは何でとか言ってさ、あんなに肌綺麗な人います？いやいないよ。すごいよね。いないなんかお化粧のうまさでカバーしてるとかのレベルじゃない。違う多分元がめちゃめちゃ綺麗なのよ。ね、ありゃマルキューいたらスカートするわ。するわ絶対。私もするわそんな。っていうかなんかこうやっておしゃべりするよりもずっと見ちゃうんだよね。よくないなと思うけど。でもさ私たち女子だからさ、女性だからこれぐらいで思ってるけど、あれ男子たまらないね。いやでも今日は普通かもしれないけどほらちょっとエロいメイクするって言ってたよな。それ聞きたいな。セミそしたらもうね、もう一回呼びませんかゲストに来ていただきたい。その時にエロいメイクしてきてもらおうよ。で自分が思う全員自分が思うエロいメイクやばいお前最悪じゃんって怒られたい先生に。そんなん違うって言われたい。まずそのそっか、そうだ来週来るんだった。興奮しちゃった。来週も前のめりだね。はいね、あと告知あるからお願いやって。告知はですね私たちパフィーがですね5月13日がデビュー日なんですけども、そのデビュー日30周年を記念してパフィー 30th アニバーサリーライブワンナイトバースデーカーニバルというのがですね5月13日前もさっきも言いましたけど、LINE キューブ渋谷の方でありますんで、こちらの方もぜひ来ていただきたいのと、あともう一つ30周年で初めてのことをやろうと思いですね、自分たち主催のフェスを開催する運びとなりました。日程は7月19日20日の、川崎にあります東急ドレッセ等々力アリーナというところであるんで、これ先週ユニコーンの出演をフライングで発表したんですけども、お兄様方来てくれます。まあその他もねもういろいろあるので、ぜひこちらの方も楽しみにして足運んでいただきたいなと思います。はい、そして番組ではメッセージを募集しております。パフィーメールパメも募集してます。これも言いづらい。言っちゃうと、いつかさ、パフィーメールパメってやつにパメもっていうぐらい頑張ろうよ。あ、そうだね、もうインター FM でカメといえばみたいなことにするよ、だからずっと貫き通そうこれ。そうしよう。まず絶対諦めずにもう、多分ね10回目ぐらいまで私泣きそうになってるから頑張ろう私たちへの質問悩み、そして平成カルチャーについてなど何でも結構です。メールアドレスはpuffy@interfm.jp でお送りください。お待ちしてます。はい、そして SNS での番組の感想はですね、ハッシュタグパフィー897をつけてぜひぜひたくさんお願いします。はい、それではまた来週ですね。来週も会えんだぜ。上がるはい、お相手はパフィーの大貫亜美と吉村恵美でした。さよなら。ねえ知ってる？何？北海道が池袋に来てるの。海明け雪解けぐるめぐり大北海道展が開催されます。行かなきゃ。東武百貨店池袋店8階催事場、4月22日から5月6日まで。詳しくは公式ホームページで。ゴールデンウィークはみんなで東武に行こう。楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-361-371 0120-361-371。
今年はパフィーのアニバーサリーイヤー。インタイフェム公演パフィー 30th アニバーサリーライブワンナイトバースデーカーニバル開催。デビュー日となる5月13日水曜 LINE キューブ渋谷、この集大成となるステージをお見逃しなく。詳しくはディスクガレージまで。